どうもともさやチャンネルです。前回動画はエクアドルの首都キトの観光動画、なるべく多くのおすすめスポットを1日で全て回る企画、計画通りに全てのスポットを回ることができるのか。今回はキトから少し南下した位置にある地方についての動画。さて何があるのか、街の様子やグルメの雰囲気はどんな感じ？寒すぎるしおしっこしたいし、ほんまにやばい。やっべえ。なんか真っ昼間のゴーストタウンみたいなところにやってきたんやけど誰っちゃいとおらん。どうもともさチャンネルです。エクアドルのね首都キトから移動してきて、この辺りには何があるのかっていう内容を作りたいんですけど、はい、めちゃめちゃ羊がいました。改めてどうもともさチャンネルです。元気出てきた。おしっこできたんで、ほんまに久しぶりに漏れるかと思ったわ。ラタクンガっていうところに滞在してるんですけど、コトパク市、エクアドルのキロトア湖っていうところをめちゃくちゃ見たくて、すごい絶景を。で、今ね、ここに来てます。ラタクンガっていうところからバスで約2時間。バス乗る前にホットチョコみたいなの飲んでしまって、そんでバスの中も結構寒くて、意外にも標高高いところやからかな。すごいね、おしっこしたってね。こんな感じの風景ですね。一応朝6時前に起きて早起きしてバス乗ってきました。チケット2ドルでしたね。2ドル。多分この後ね5時間ぐらい歩くと思うんでね、しっかり朝ごはんは食べときたいんですけどね、全く開いてないお店が。9時過ぎてるんやけどな。早速まあ見てみようか。キロトア湖こんな感じです。やべえ、めっちゃ雄大や。このキロトア湖で時間によって多分ね色も変わると思うんですよ。この光景を見に来ました。僕はすげえな。このね多分下の道を一周するんですけど、多分5時間ぐらいかかる。もはやね外がね寒すぎて、なんか思考回路を停止してしまっとる。ちょっとねいろいろねレストランとか安いところ探そうかなと思ったけど、もうね一発目に入ったレストランそんな安くないけど普通に入ってしまった。めっちゃちっちゃい女の子がドア閉めてくれたり、こっち座ってとか言ってくれて、めっちゃ可愛かったんですよ。なんでねもうここしかないわと思って来てしまったわ。まあロケーションいいからよしとするか。こういうロケーションです。かなり寒いんで、ちょっとねスープ系の料理カルド・デ・ガジーナを頼みました。じゃがいもと鶏肉と刻まれた野菜って感じですね。例えばなんですけど、セロリとかパクチーとかそういう系の香草のね味がね苦手な人はこのスープね絶対無理かもしれん。ほらほらかくれんぼしてます。ほらー、こんにちは。もうね伝わるかな、風が強すぎる。クロノトリガーのね後半戦に出てくる篠山ぐらい風が強い。魔王とね決戦する前のね雰囲気でさ、この風の強さ。風やんだ。僕いらんこと言うたからかな。さあたくさんね写真撮ったんでね、今からね約5時間歩きますよ。現在10時15分。うまくいけば3時15分に終わるな。ちょっと目つぶって歩いたりとかビール飲みながらね歩いたりしたらねすぐに落ちちゃう。絶景スポットがありすぎて、その都度ね写真とか撮るから全然前に進めん。まだ現在10時37分でそんなに歩いてない時間経ってるけどね、これほんまに5時間もかかるんかっていう感じの感想なんですけど。ちなみに湖の反対側はこんな感じの景色ね。田舎すぎる。さあどんどん進んでいく。なんかこういうのが陽気あってね、いちいち立ち止まって写真とか動画とか撮ってしまうんですよ。地味に分かれ道があってね、どこ住んでいいかね分からんのよな。
えずねまだ一滴も水飲んでない。だってね寒すぎる、風も強いし、休んだらめっちゃ寒いんで全然休んでないです。通じるか分からんけど結構ね意外にもね坂なんですよ。坂を降りたり下ったり、上がってんの下がってんのって感じ。上がってんの下がってんのみんなはっきり言っとキーカドール。行き止まりなんやけど、マジでどうしたらいい？もう戻るしかないか。とりあえず別の道探そう。だるっ、道ないから無理やり木かき分けてきたわ。さあ通っていくか。きついな。雰囲気変えてちょっと分かれ道ね左行ってみたら、もうね湖のね景色ね見えんようになってしまった。湖の景色ね全然見てないわ。あ、また分かれ道。多分これを上に進んだらもう一回湖の景色を見ることができるな。目の前を羊さんが通っていく。ほらsoy de Japón. Sí, estoy paseando. Ah, arriba. Sí, paisaje bonito. あ、いや道じゃない道を通ってきたからなんかもう道がない。積んでるわマジで。無難にね湖のね周りをね沿って歩いた方がいい。変にね違う道とか通ったらもう僕みたいにね道迷う。マジで道がねいろいろ枝分かれしすぎて分からん。もう道じゃない道を通ってきてしまってる。行き止まりも多いし。ついにちゃんとした道に戻ってこれた。戻ってこれた。嬉しい。そして久しぶりの湖が見える。相変わらず風が強いな。多分今スタート地点からちょうど今反対側ですね。あそこに建物がいろいろ見えるんで、ちらほらといろんな花が咲いてるんで、いろんな花を見ながら歩いていくよ。全くお腹減ってないけど持参した貧乏飯でも食おうか。パンとチーズだけ。一応お菓子チョコレート持ってきてます。で景観はこれ。最高すぎるやろ。何食べても美味しく感じるわ。てかね全くと言っても観光客とねすれ違ったりしてんだけど、この場所そんなに人気ないんか。確かにあんまりなんか X、Twitter とかでもね見たことないしな。絶景だと思うんやけどな。ここが一番高い位置かもしれん。3930メートル。そして初めて外国人2人に出会いました。一番高い地点。まあ景色は同じような感じですね。めっちゃ滑る。ガチゴケ4回目。こけて尻餅ついたりするんで結構気をつけた方がいいですよ。ブランコ1ドル。もう誰もせんってそんなしんどい。到着しました。約4時間半の湖の周りの旅でしたね。でねこれね下にねこんな感じでね降りていけるんですよ。ただねちょっとどうしようかなって悩んでて、なんか向こうでねハートのね写真撮る場合は1ドルかかるんですけど、下に降りる場合はなんかお金払わなくても行けそうな感じですね。下に降りることによってカヤックに乗れたりするんですよ。もうでもカヤックに乗る元気とかもないわ。多分それお金かかるし。で多分ねこれ 1.7km。もう僕ね今ヘタレです。距離もまあまああるんでね、もう降参しました。高山病じゃなくて高山病ですね。ディノサウリオラナ。バスに乗って約2時間、ラタクンガの町に戻ってきました。疲れたな。とりあえずねお腹減りすぎてるんでコーヒーも飲みたいし、なんかね見つけたいと思います。顔日焼けした。ちょっと痛い。はい、これがねラタクンガっていう町です。金額がわからん。とりあえずコインを入れたらガムが出てくるんだろうけどな。なんかでっかい広場みたいなところにやってきましたね。なんかいろんなものが売ってたりって感じかな。まさかの警察が馬に乗っている。イグレシア・デ・エル・サルト。白ベースのシンプルな教会。マジで今自分が何を食べたいんかわからん。迷走してるわ。ほんまにちょうどビビってくるもんがない。とりあえずコーヒーを飲みたいんやけどな。さっきコーヒーね単発で売ってたけど、コーヒーとセットで売ってたのがエンパナーダだったんですよ。
エンパナーダっていう気分じゃないんですよね今。エクアドル料理のキンボリートという食べ物をせっかくなんでねちょっとね購入しましょう。1ドル以下50セントです。プレシャス。もうねキンボリートね腹減りすぎてね歩きながら食ってしまっているわ。とりあえずちょっと座りました。ラタクンガって書かれてるモニュメント、そのそばにはでっかい教会、こっちも白ベース。さっき見た教会よりかはちょっと綺麗かもしれんな、こっちの方が。よし、だいぶ節約できてる。宿に帰ってコーヒー作りました。で買ったのもね50セントだけなんでねだいぶ経済的。それで今日は晩ご飯はね自炊をするつもりなんでこんな感じですね。コシナは日本語でキッチンっていう意味です。結構キッチンの設備がねいいんですよ。動画撮るの忘れとった。一応白ご飯炊いてアボカド乗せて玉ねぎとソーセージを変な味付けしたやつをご飯の上に乗せてます。こんな感じの弁当です。サルサチーナっていうのを購入しました。これね醤油かと思ったら醤油以上にドロッとしてる、オイスターソースみたいな感じでドロッとしてる感じだった。で米も2キロ買って一応玉ねぎも買ってもうね適当にね料理してるって感じですね。お腹が減ってたらね何食べても美味しい。なんか無残な姿や。ご飯ね食べ終わりました。満腹。ちょっとねご飯残ったんでねおかずも残して明日の朝ご飯にね回したいと思います。でねキッチン使えるのが夜の10時までなんで、まあちょっとね動画編集とかもあるんでみんなが寝てる間に僕はちょっとね動画編集したいと思います。マジでね忙しいんですよほんまに。きついわマジで。日中はだって動画撮影してホテル戻ってきた動画編集して次行くところのね行き先もね考えなあかんしお金の節約もあるんでねたまには自炊とかしたりもするし結構忙しいですね思った以上に。それにインスタグラムの更新とかなんかねもうやってられん。まあ忙しいですよ。おはようございます。朝9時半キッチンには誰もいないようです。基本的にねこれコトパクシっていう地方なんですけど結構トレッキングとか自然を大満喫する観光客が多いんですよ。なんで多分ねみんな朝早く起きて山登り行ったりしてますわ。ちょっと寂しいけど昨日のね残り物を食べたいと思います。海苔を追加したい。さあせっかくなんでベランダからの景色も一応ね見せときます。この宿ね結構短期滞在者が多いイメージ。なんかすぐに入れ替わってるイメージですね。僕はまあ2泊だけなんですけどやっぱりね登山家に有名な場所なんでみんなね登山のために来てスッとね泊まってスッと帰るみたいな感じ。こんな感じです。ベランダからの景色マジでこの街ね特に何もない。ほんまにこんな感じの街。中途半端な田舎町って感じですね。田舎な雰囲気もないしみたいな、決して都会でもないしって感じの。ドミトリーのベランダとかってなんか男の人とかたまるんすよ。みんななんかマリファナ吸ったりとかタバコ吸ったりとか酒飲んだりとかコーヒー飲んだりとかなんかそんな感じ。パソコンで仕事したりとか。ただねこの宿のこのベランダ誰一人おらん。誰一人見てない。何回か僕ベランダ登ってきたけどそれに夜とかはめっちゃ寒いんですよ。めっちゃ寒いんで夜とかここ来たらすぐに下に戻ってしまう。今はまだマシですけどね日中なんで。この時間帯だったら別にこのねベランダでね休憩してもねおかしくないと思うけどとりあえずみんな多分ね登山とかに出かけてるんですよ。エクアドルの富士山って呼ばれてる場所があるんですよ。そこがすごいね登山家からも大人気らしいです。以上ついにね宿をねチェックアウトしました。ほんまに宿でダラダラ病が治らんわ次のね町クエンカなんですけど次の町までだいたい 6,7 時間ぐらいかかるんですよ。で今現在11時40分ぐらいかなんでね結構ね急ぎ目でね移動せんとやばいとか言いつつちょっとねこの町もうちょっと見たいんで市場の方行ってみますけどね。ただ全然腹減ってないんですよ今。意外となんか腹持ちいいんやな。自分で作った白飯とアボカドとごちゃ混ぜご飯。あとね宿ねめっちゃ適当。払ってないんですよ宿代みたいな。泊まる前にさっきまで何も言われんかってチェックアウトするまで。でもいやこれ払わんでいいのとか思いながらまあでもそれはそれでねやっぱりダメなんで僕から言うてなんかお金払ってないんで払いますって言ったら OK みたいなで払って終わった。ほんまになんか
逃げようと思ったら逃げれるで、あれ全然払わずに。はい、街の中心っていうわけでもないんやけど、こんな感じでね、白ベースでね、綺麗な教会があったりします。その前ではブラジャーが売られてるよ。なんかバックパック背負ってスマートフォンで撮影しながら歩くん、結構無防備な状態というか、いつでも襲ってくださいみたいな感じよな。まあ、それにしてもね、ブラジャーのサイズ感ジャマイカの半分ぐらいだった気がする。宿のおばちゃんがおすすめしてた市場到着しました。いろんなね、肉とかフルーツとかが売ってますね。あれ、飯屋さんないやん。飯屋さんあるって聞いたんやけど、もうちょっと奥かな。オッケーオッケーオッケー。こんな感じのスープですね。具がごっそり入ってる。こんな感じの一番中から唯一選択したお店がここです。1.5 ドルって言ってくれたんで、かなり安い方だと思います。まさかのもう一つワンプレート来ました。この2つで 1.5 ドル、かなり破格じゃないですか。破格すぎるやろ。ドリンクももらいました。ありがたい、最高すぎる。はい、ラテンあるある。食べていったら目の前で待っているワンちゃんたち。仲間を呼んでくるな、仲間を呼んでくるな。何匹集まるねん。ムチョグラシャスバイシーグラシャス。山間部に位置してるけど、こんな感じでね、海鮮系も豊富に売られてある市場ですね。グラシャス。やっぱり田舎の人らめっちゃ優しいわ。すごいなんかにこやかに話しかけてくれる、みんな。まあとりあえずね、腹パンパンなんよ。美味しかった。あれが 1.5 ドルってね、破格の金額じゃないですか。激安すぎるやろ。さすが市場や。迷ったら市場に行くべし。これがグインティー新興センターボスなんで、実質約40円以下ですね。アイス、チョコバナナ、デザートとかもね、こうやってね、路上で売られてるよ。日本とは大違いやな。しかも安いし。ソフトクリームがかなり安い。 0.5 ドル。しかもあのピンク色のソフトクリーム結構でかいし、これはお得やな。キトでね、紹介させていただいたね、ケンタッキーのね、ソフトクリーム、まあチョコのね、ちょっとラグジュアリーな感じだけど 1.1 ドルだったと思う。これよりしかも小さい。見て、まさかのハポン。ハポンっていうのは日本って意味です。日本の電化製品なんかなこれ。もう別に興味ないから見んけど、ちょっと気にはなるよな。斬新すぎるやろ、この洗濯バサミを売ってるっていう雰囲気。こんな感じででっかい広場なんやけど、そこで寝たらあかんって。そこで寝たらあかんよ。ちなみにここの市場、メルカードエルサルトっていう市場、ここも宿のね、女の人がね、おすすめしてました。メルカードセラードラタクンガって書かれてるんだけど、セラードって閉店とか閉まるって意味なのにな。でメルカードの前もこんな感じでね、みんなね、いろんなもの売ってます。まあ普通に市場としか言いようがない。ここの市場では鶏肉を丸ごと売ってますね。市場の近くでだらだら話してたら、急にバスが現れて、アンバトアンバトアンバトって言うんで、僕ね、アンバトっていうとこ行きたかったんで、パッとそれ乗ったんですよ。でクエンカっていう街行くんですけど、そこのアンバト今到着して、ここでねバスを乗り換えなければいけません。でまさかのターミナルスルー、南ターミナルっていうところに行かんとかんくて、今多分北ターミナルなんですけど、ややこしいわ。で南のターミナルまで歩いていくんはなんか結構時間かかる言われて、でそこまでまたねちっちゃいバスに乗っていかなければいけません。ややこしいな、ちょっとややこしいな。バスで約40分ぐらい走ったかな。南ターミナル着きました。簡単ですね。もう人に聞きながら移動したら。それにしてもめっちゃ綺麗なバスターミナルですわ。クソ綺麗。空港みたいな感じ。超綺麗で超広くて超ガランとしてる感じ。ほんまに人が全くおらん。なんでこんなに人がおらんのだろうって感じ。しかもね、クエンカまでのねバスのチケット購入したんですけど、結構高かった。10ドルしたな。10ドル以上した。10ドル、まあ1500円ぐらい。バスで5時間移動するって考えたらそんなもんなんかな。まあ知らんけど、とりあえずね2時間ぐらい待たなあかんのっすよ、またバスを。でクエンカまでね5時間ぐらい多分かかると思うんで、今、4時半ぐらいに出発するとして、クエンカ着くん多分ね9時ぐらい、9時半とかになるんですよ。夜に到着するっていうのはなんかあんまり好きじゃないんですけど、しゃあないですよね、僕がダラダラしてたんで。見て、あまりにも広すぎて、もうねテレビ見ながら寝てもうてる人おるんよ。
リラックスしすぎやろ。トイレ使うにお金払ってしまった。屈辱やわ。20セントなんでね、安いもんですよ。30円。せっかく払ったんでね、めっちゃ顔も洗ったったここね、やっぱりね、綺麗んでね、 Wi-Fi 使えるんですよ。それが最高。今どこで寝ようかなって考えてますね。どこで寝転んで Wi-Fi 使って動画編集しようかなみたいな。人が全然いないし、ベンチとかもたくさんあるんで寝放題。見てこれ、どっかのなんかホテルみたいな感じじゃん、この感じ。はい、動画ご視聴ありがとうございました。動画この辺りでね、一回締めておきます。はい、皆さん、エクアドルの田舎町ラタクンガどうだったでしょうか。ラタクンガはまあ一言で言って一言でまとめれるとは思ってはないんですけど、一言で言ってまあね、登山家とかがラタクンガを拠点になんか登山に行くような街だと思います。で、僕はなんか登山の道具とか持ってないし、そんな経験もないんで登山とかね行きません、最近は登山じゃなくてトレッキングっていうのかな、まあそんなんどうでもいいですけど、でもとりあえずね、初心者でも行ける場所があります。キロトア湖です。動画でね、説明した通り、キロトア湖マジで絶景です。行くべし。ラタクンガってとこに滞在してバスで片道2時間ぐらいかかるけど、まあね、そんなに行くのにハードル高くないんで、行って絶景見て美味しい空気吸いながら、野生のね、動物はあんまりおらん、まあ鳥とか花とか見ながらなんかのんびり歩くみたいな、そんな感じですね。たまにはそういうのもいいと思いますよ。すごいね、キロトア湖おすすめなんでね、ぜひ皆さんも行ってみてください。まあここからね、ちょっと重要な話なんですけど、まあ余談、首都のキトでアボカドをねたくさんもらったんですよ、おばちゃんから。何歳かわからん、結構年取ったおばちゃん。何歳って聞いたらシンクエンタって言ってたんですよ。シンクエンタって50って意味なんですよ。と思って、いや50歳なわけないやんと思ったら、なんかダジャレかなんかわからんけど、シンクエンタって意味で、なんかその数えてないっていうことなんかな、なんかもうわからんみたいな。それぐらいなんか結構この年取ったおばちゃんすごい親切だって、アボカドとおばちゃん合体してアボちゃんってちょっと言いそうになったわ、でおばちゃんからアボカドもらって、今人生で初めて5日連続アボカド食べてます。次回ともそえチャンネル。エクアドルの南部に位置する有名都市クエンカに密着。世界遺産に登録されている街並みが超綺麗。そして移住先としてもかなり人気のある都市とのこと。そんなクエンカを1日で全て観光しつつ、グルメ面に関しても有益な情報を提供しちゃうぞ。